これが AWOL バレリオンマックスで、専用のウォルナットトライポッドスタンドにシーリングマウントブラケット、120インチのピュアビジョンモータライズドマットスクリーン、電動スクリーンですね。120インチの。実はですね、僕去年からこのバレリオンのプロ2、これずっと実は使ってて、今ここに壁に直接投影して使ってたんですよ。多分ね、120インチぐらいあって、ここで、その前はね、一応このなんか手動で、逆だし、しかも使ってないのがバレちゃうね。で、去年ね、このプロ2を買ってずっと使ってたんですけど、それでこのプロ2にね、ずっとこのジッツォの三脚使ってて、なんかレベリングのなんかそこそこいいやつなんですけど、プラスここにギア雲台、ギア雲台だとね、この微調整がすごい便利で良かったんですけど、ここまでのセットアップは必要ないので、このトライポッドウォルナットのやつね、すごい見た目もいい感じなんで、ちょっと後で早く開封したいんですが、それであそこにプロジェクターを置く場所があって、でこっちにね、一応プロジェクターのスクリーンはついてるんですよ。こんな感じで、多分これ120インチだと思うんですけど、でっかいやつ。でもこれ手動式なんで、でこれをとりあえずバレリオンの電動のスクリーンに取り替えていきましょうか。ちょっと一旦全部開封しますね。で、なんでこのバレリオンのプロ2を去年買ったかっていうと、去年なんか自分で作った映画の自主上映会で300インチで映す必要があるっていうか、映したかったんですよ。で、それまで自宅ではアンカーの 4K のレーザーのプロジェクター使ってたんですけど、それが MAX150 インチまでしか投影できなくて、で全然サイズが足りなくって、でいろいろ調べた結果、なんか100万円以上とか、なんかそういうのじゃなくって300インチまで投影できて、で機能が一番いいやつを探してて、これだったんですよ。最終的に行き着いたのが。でその会場は基本窓を閉めて真っ暗にできる環境だったんで、なんかプロ2でも300インチで映してても明るさとか全く問題なくて、でしかも 4K なんですごい綺麗ですごい良かったんですよ。でこれがそのプロ2の上位モデル、フラッグシップモデルの MAX です。なんか箱の中に豪華な箱が入ってる。そっちが MAX で、こっちがプロ2。なんかサイズ微妙に MAX の方が大きいんだよね。知らなかった。1センチくらい奥行きが短いけど、ほぼ一緒でしょ。横幅は一緒だね。高さも一緒。背面の端子はプロ2はこんな感じで、MAX もこんな感じです。両方とも完全に同じですね。前面の見た目もね、ほとんど一緒ですね。MAX には14枚構成のオールガラスレンズが採用されていて、その品質はプロ仕様のシネマカメラレンズにも匹敵しますということです。で、中に入っているのは説明書と、これがタイプのプロ2と一緒かな。そうだね。リモコンと電池とコンセント。シンプルですね。初めて見るタイプだな。高さ調整とかはないんだね。これ一発でプロジェクターを取り外せるようになってんだ。すごいね。シーリングマウント。
なんか天井に打ち込むボルトを買いに行かなきゃなと思ったらもうついてた。 OK。 これは最後だね、後ほど。電動スクリーンだけど思ったよりスリムですね。結構かっこいい。で、説明書とパンチングテンプレート、 USB-A、 この4本でいけるかな。ちょっとやってみよう。これの取り付けはなかなか大変かもしれない。とりあえずこれを一回取り外しましょう。ここのね、スクリーンが取り付けてあったところのネジ山が完全に舐めちゃってて、どうにもこうにも取れなかったんで、ちょっと本当に取れるのかどうかわかりませんが、これを急遽買ってきました。抜けたじゃん。すごっ。そしてこのネジレスキュービットセットと外したネジが取れないっていうすごいねこれ。なんか電源がこう左側から出てて、本当はねここ右こう這わせて電源確保したいんですけど、ちょっと今かなり適当になってますけど、でこれをね使って下穴開けたんですけど、なんかねこうピンとちゃんとこうピンと張らないとダメみたいで、1センチくらいちょっとね内側にずれちゃって穴開け直したんですけど、これ使うときはちゃんとパッとピーンと張ってやってください。もしくは現物で合わせるのがもしかしたら一番いいのかもしれないですね。ちょっと電源入れてみよう。ダウン。素晴らしい。上透明なんですね。結構下まで行く。もうちょっと上にしてみる。こんぐらいかな。ちょうどいいのはね。そして日が暮れて完全に真っ暗になりまして、で今このプロ2とこれが MAX で横並びに並べておりまして、でスクリーンの設定とかも終わったんで、これから全く同じ映像を流して、どんくらい違いがあるのかを比較していきたいと思います。これもね、なんかすごい懐かしいノルウェーのトロムソっていうところにオーロラを見に行った時に撮影したタイムラプスの映像なんですけど、左がプロ2で右が MAX の映像なんですけど、なんか結構違うよね。それで元々の映像の色に近いのはプロ2の方ですね。で MAX の方はコントラストがこうよりはっきりして色が鮮やかになるっていう印象です。それでプロ2と MAX の最大のスペック上の違いは明るさとコントラスト比だと思うんですけど、プロ2が3000ルーメンで MAX が3500ルーメンっていう明るさなんですけど、暗い環境で見る分にはどっちも非常に明るいです。なので差が出るとしたら、多分ちょっと明るい環境、夕方にプロジェクターで映像を見るとかだと、おそらく MAX の方が少しはっきりくっきり見れるのかなと思います。コントラスト比はプロ2が15000対1で MAX の方が50000対1っていう数値なんですけど、これはMAX の方がより黒が
黒に見えるっていう意味だと思います。確かにでも見比べてみると MAX の方がシャドウの黒い部分がより黒く映っています。ただ Pro2 の方が MAX よりコントラスト比が低いっていうことで、なんかこう逆によりこう映像に雰囲気があるというか、シネマチックっていうのかな、なんかそういう感じがしなくもないので、だからこれはね、なんかもう完全に映像の好みで選ぶでいいんじゃないかと思います。それで Pro2 と MAX は両方とも Dolby Vision、IMAX Enhanced、Dolby Atmos とかそういったものにも全て対応しているので、どっちも素晴らしいプロジェクターだと思います。それと Pro2 と MAX は両機種とも 0.9 から 1.5 倍の光学ズームを搭載しておりまして、で僕が前使ってたプロジェクターもそうなんですけど、この光学ズームっていう機能がないプロジェクターだと投影する画面の大きさを変えるのにプロジェクター本体を前後に移動しないといけないんですけど、Pro2 と MAX だと光学ズーム、デジタルズームじゃなくて光学ズームが搭載されているので、プロジェクターの位置を変えずにスクリーンの投影サイズを変えられるので、これはね非常に良い機能だと思います。あと MAX だけにある機能として、この垂直レンズシフトっていうものがあります。これはプロジェクター本体の角度を動かさなくてもレンズを動かすことによってスクリーンの投影する場所を上下に最大 105%、 だからスクリーン1個分をリモコンで調整できる、そういう機能になっております。バレリオンのプロジェクターはですね、僕も去年買ってからずっと使ってて、で機能的にも申し分のないいいプロジェクターだと思いますので、皆さんももし興味があれば概要欄にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。では。